森山日です。画家です。普段鉛筆を使って絵を描いてます。人体と植物を組み合わせたような絵を描くんですけど、これは個展に出すので、個展用のための大きいものを作ろうと思って、葉脈ですね。葉っぱの葉脈はよく描くんですけど、単純に人体と植物だけじゃなくて昆虫とかもたまに織り交ぜるんですけど、メインとして人体と植物を混ぜて描いていて、その流れでやっぱり葉脈は普通に触れていくかなというか、なんか脈っていう形がそもそも人体の中にある血管の枝分かれしていく形とリンク性があるなと思って、なんかそういうその人物と植物って別の種ですけど、なんか生物として、根本的ななんか共通項があるっていうのもちょっと面白いなと思って、生命をテーマとして描いてるんで、なんかこういう形に描いてます。もともとは私は学校で油絵を専攻してたんですけど、途中でリトグラフをやったりとか油彩をやっていて、色を使うことはすごく好きだったんですけど、カラフルにしていくものは好きだったんですけど、なんか自分のその描きたいもの、表現したいことと好きっていうことがなんとなく一致しないなっていう体感がずっとあって、なんだかこううまくできないなっていう感覚でやってて、もうどうしたらいいかよく分かんなくて、ちゃんと描写をすることに集中しようと思って、で鉛筆っていうのはもう小さい頃からその美大の勉強中であっても、デッサンっていうことを通してとかお絵描きもそうですけど、ずっとこう手に馴染みのある画材だと思ったんですね。それでちゃんと描写をするっていうことに集中するために、まず色を一旦置いておこうと思って、それで鉛筆で細密に描こうっていう絞り込みをしました。それがまず鉛筆画の最初なんですけど、でもデッサンとして描くんじゃなくて、鉛筆っていう画材でちゃんと絵画っていうタブローにしようっていうこともあって、とにかくこう細密に人体のキメとかそういうのも、時間をかけて描くっていうことをしていて、で絵の具と違うところっていうのはやっぱりその鉛筆の細かい粒子がこうどんどん重なって紙に刷り込まれたり馴染んだりなめされていくような感じでこう描くんですね。その工程で出てくるその肌のキメとか滑らかさっていうのは、やっぱりこのそもそも紙が剣砥紙なんで、すべすべしている紙で、それに鉛筆をこうすり込んでいくようなことをして出来上がる肌の質感であったりとか、葉っぱの艶とか細かさっていうところは、私の体感としては鉛筆でしか、出ない表現とは思ってます。それは一つの魅力ですね。私の中での話なんですけど、筆を使って描くっていうよりは鉛筆を先を尖らせて描いていくことの方が、その葉っぱにしても人体にしてもですけど、何を描くにしても、すごく自分の中で一体感があるというか、一致して描けるっていう感じですね。なんか資料を撮って写真を資料として描いてるんですけど、その
流れが美しいかどうかとか、もう形と構図の兼ね合いで決めてますね。テーマがリバースっていうことで、その最短っていうものをテーマとしてこの絵は描いてるんですけど、で要はこう下から上に向かうリズムとか流れをちょっと重視してる作品で、それもこう湧き上がってくる生命の、生命力だとか、そういうエネルギーだとか熱みたいなものを、表現するにあたって人体もなんか燃えているような、そういうポージングがいいなと思って、動的であって上に伸びていくような、植物がこう葉脈もそうですけど上に上に伸びていくっていう、そういうポーズを選べたらいいなと思ってこのポーズにしました。以前は、背景はアクリルガッシュでベタ塗りで真っ黒にしてたりもしたんですけど、なんか背景の方にちょっと、もっと空間とかなんというか空気の流れみたいなもの、動きとかをつけたいなと思って、これは下地として透明水彩を塗って背景の方に、それで、にじみを作って、この上からまた鉛筆を重ねていくんですけど、結構鉛筆って隠蔽しきれないというか、ちょっと半透明な感じがするんですね。上から鉛筆を重ねてもこのにじみの感じがちょっと現れてくるっていうところが最近面白いなと思って、なんか背景に表情がついていくんで、こういう風にしています。人体の立体感っていうのを出すために陰影はちょっと、注意して描いてますね。なんかトーンの幅というか、そうですね、暗いところと明るいところの色の幅とか、あとは背景の暗さにもよるんですけど、背景をその白いまま残してる絵もあれば、今回みたいに暗くしていく絵もあるんで、そういう背景の暗さも含めてその中にいる人物の、陰影とかもちょっと意識していますね。光がどう当たってるかとか、あとは特に影の中の色とか透明感っていうものですね。女性の方が描き慣れてるっていうのもありますし、見慣れてるっていうのもありますし、あとそのちょっと自己投影っていうものも含まれるので、男性像を描くっていう気持ちがないというか、これからそういうところに行くかもしれないですけど、可能性はゼロじゃないけど、今のところ特にそういう風になってますね。なんか男性像を選ぶその理由が今のところ自分の中にできてないというか。手ですね。なんか手は結構私は顔を伏せて描いたり、はっきり描かなかったりするんですね。それはこの人は誰っていうものを描いてないので、顔はちょっと描かないことが多いんですけど、でも手っていうのはすごくその顔の表情と同じで、なんか表情がある、形とか力が入っている入っていないとか、指の流れがどうとか、なんかそういうところに面白さがありますね。
描くっていう観点で見るとちょっとこう節があったりシワがあったりした方がディティールを描くのが結構好きなので、なんか描きたいなって思うことはありますね。ああ最近一番良かった手はですね、なんか過去にちょっと友達友人の手をモデルにさせてもらったことがあって、それはやっぱ素晴らしいなと思いましたね。手の大きさとか指の長さとか関節の形とか、なんだろうな、なんか全てが美しいなと思って、骨とかシワとかそう思いました。いやー、これまだ全然ちょっと切羽詰まってますね。半分も終わってないんじゃないかな。下塗り段階というか、ここからもっとどんどん鉛筆で書き込んでいって、そうですね、そう全くまだです。はい、どうしましょう。ちょっとね、ステッドラーっていうこっちの鉛筆を使ってたんですけど、最近はちょっと背景も鉛筆で描いたりするんで、同じものを使いたいなと思って灰ユニにしてますね。なんか灰ユニの方が暗い色の柔らかい鉛筆がすごい優秀だなと思っていて、そうしてますね。消しゴムは基本モノですね。あとは消しゴムはそのペン型の消しゴムも使います。これもモノのシリーズと、こっちは違うかな。これは細かいところを消して白抜きしてハイライトで描写するみたいな感じで使いますね。あとは練り消しは必須ですね。練り消しと、あとは擦筆とか、この辺は鉛筆デッサンする時も基本的にみんな使ってきたものだと思うんですけど、あとはそうですね、この電動消しゴムとかも使いますね。これは鉛筆作家さんが教えてくれたものです。これもすごい楽に消せるんです。はい、ありますね。これはまあこう回るんですごい細かいところがまあ一瞬で白く抜けるんで、結構こう 6B とかそういう濃い鉛筆を消す時ってちょっと大変で、あんまりもしその 6B とかで塗りつぶしたところに小さな白い点を抜きたいって思った時には、こういう電動消しゴムがいいです。あんまりこう手動のこういうものだとちょっと限度があるんで、こっちを使いますね。絶妙なトーンっていうのはやっぱ大事で、その人体を描いてる時もグラデーションのその滑らかさっていうものはちょっとこう描きながら、大事にしたいので、もし人体のグラデーションでちょっとこれは濃すぎてしまったなっていう時に、こっちのプラスチック消しゴムだとその消した時の境目がはっきりしてしまうので、そうするとグラデーションの作り直しがちょっと手間ではあるので、それだったらまあ練り消しでふんわりと明るくする方がやっぱ断然いいですね。この辺は使い分けしますね。この絵は火の花へ帰る
ていうタイトルなんですけど、これはまあ彼岸花ですね。で彼岸花を描いたのは今回これが初めてなんですけど、なんか彼岸花っていうのはすごく、日本でも馴染みがある花ですけど、ものすごくこう象徴性が高い花なので、この花からイメージするものってすごいあると思うんですよ、どなたでも。でそれがとてもこう存在感が強いので、なかなか今まで描きたいけどどうしようかなと思って描けなかったんですね。この花の主張っていうものは強かったので。ただ今回はなんかちょっと描けそうかなと思って、これを描きたいなと思って、今回の個展のテーマもそのトランスミューテーションっていう変性という意味なんですけど、大きな絵のタイトルテーマもリバースなんで、なんかその生命の循環とか最短っていうことの前には一旦死があるとか、そういう流れの中にこの、ね、彼岸花っていうものを置きたいなとは思いましたね。この絵は彼岸花、この花がメインなので、あえてその人物は普段よりもすごく暗く描いています。でこれは、彼岸花が人体の手前にあるっていうことなんで、人物は背景にちょっと溶け込むぐらいにはしたいなと思って、あと普段の絵っていうのは人体がメインで描いてることがほとんどなんですけど、これに関してはこの花がメインであって、人体は、あくまでその一つの要素であって、だからあんまりこう顔も手も描かず、ただボディだけを残して背景の方に溶けるように暗くしてて、その人体であるっていうことだけ分かればほとんどいいかなと思ったんですね。それでこのような構図にしてますね。そうです。なんかやっぱり手っていうのはその魅力の一つなので、ちょっとこの絵に対して手はなくてよくって、顔もそうなんですけど、そうですね。なんか何をしているとかももうわからないじゃないですか。なんかこうトルソー的な人体があるということだけ、そういう情報をちょっと少なくしたくて、顔も手も描かずにこういうところで切って、それで花を目立たせるためにこの絵は着彩もしてますし、普段そんな着彩もはっきりすることはないんですけど、これは花の方がメインです。そうですね、出来栄え的に面白いなと思いました。描いててやっぱすごく、彼岸花っていうのはなんか、魅了される花だなと思って、なんかこう色もそうなんですけど、形とかそのつけられた意味みたいなものもちょっとこう毒々しいものはあると思うんですね。だけど本来一つの花であって、別にその不吉だとか、なんかこうあの世とつながってるとかじゃなくて、ただ一つの花であるっていうことも含めて、そうですね、書いてていろいろ考えてしまう絵だったなと思ってますね。難しかったけど面白かったですね。
私が小さい時は母も独学ですけど油絵描いてて、なんかアトリエがあって、地元にも一個画廊があるんですけど、そこで個展をしてたりしたんで、なんとなくもう普通にその絵画がそばにはあったっていうところも大きいですね。それで親がやってるとやっぱりなんとなくやりたくなるのも子供だと思うんですけど、兄と姉がいるんですけど、姉もお絵描きとかが得意で器用な人なんで、そういう母とか姉の創作を見て私は真似っこして描いたりしてていましたね。最初もうほんとちっちゃい時はなんか絵を描いていきたいっていう感じの思いだけでやって、その人付き合いというか人見知りでもあったんで、人付き合いとか友達付き合いも下手くそだったんで、学校でも休み時間はひたすらなんか一人でポケモンを自由帳に書いててとかなんか友達とどっか遊びに行くよりはお絵描きが好きとか、なんかそういう自分の世界に引きこもっていた子供だったんで、なんかもうそれが自分にとっての安全な場みたいな感じだったんですね、お絵描きしてる時が。それでなんとなくだから現実的に将来はこれをやってとかこの職業をついてみたいな視点はそもそもなくて、もともとからなんか絵を描いて生きていくっていうふうには思っていて、だんだんとそのじゃあどうするっていう話、画家か漫画家かイラストレーターかみたいな感じでその中で多少やっぱり、何だったかな、その違いとか漫画家イラストレーター画家とかの違いっていうものも調べたりしながらやっていくうちに、そうね、なんかクライアントワークよりは自分の好きなものを描くっていう方向がしたいなと思って、ガチャ画家かなみたいな感じですね。それでその親に反対とかも別にされなかったんで、普通にその絵画教室とかにも行かしてもらいましたし、高校もね美術科進みたいっていうのも普通に行かしてもらって、で、小学校の時点でもう画家になるみたいなことはあるじゃないですか、卒業文集みたいな、将来の夢はみたいな、あれには書いてたんで、そのぐらいからは画家って思ってました。中学も高校もその流行りものとかそういういわゆる女子中学生女子高校生のなんか遊びっていうものはほぼほぼやらなくて、なんかそうですね、高校自体がその美術学科だったんで、周りの同級生も絵に創作とかものづくりっていうのに興味を持ってる子たちだったんで、なんかあんまりその一般的な女子高校生らしい振る舞いみたいなものはなくて、一緒にその絵の話をしたり漫画の話をしたりそういうことはしてましたけど、でもやっぱり人付き合いは苦手でしたね。なんかあんまり美術学科にいても普通科っていうところにいてもなんとなく人に馴染めない感じはずっとあって、思春期っていうこともあると思うんですけど、喋り方がわからないとか、なんかだからそうですね、なんか引きこもりでしたね。引っ込み思案だし、こうやって喋れないし、意見とかも発言がそもそもできなくて、だから絵の中っていうのは自分にとってのあの絶対的なプライベートな空間でなんか自由でした。ただなんか避難してた感じですかね、自分の描く絵の中に。だから
決してその美術の勉強っていうものを、ちゃんとできてたかっていうとそうでもないし、なんか優秀な生徒なわけでもないし、ただ絵の中に逃げてはいましたね。絵描きたくないなっていう時はもちろんありました。なんかその自分が好きで描いてきた絵っていうのは単なる子どものお絵描きだから、お絵描きの延長線の中にいたみたいな感じで、とてもその絵画とか美術っていうものとしては稚拙だったし、でもそれでもよくて、自分にとっては自分がなんかこう心地いいのか楽しいのか、それだけが全てだったんで、なんか出来栄えとかはまあ別に評価も特にされたらされた方がやっぱいいんですけど、そうですね、なんかただそのやっぱ美術っていうものを高校の美術科っていうところからちゃんと学び出したら、やっぱり美術の作品作りっていうのは一つの仕事としてこうだよっていうことを教えられるんですけど、その技術だけじゃなくて、仕事しろっていうすごい言われてたんですね。でその仕事っていうのはその就職とかでの仕事っていう意味じゃなくて、まあその何かあるものを作り上げるに対しての一連のそのなんていうんですかね、仕事作業とかマインドとか、なんかそれは仕事、高校生だったけど仕事をしろよっていうふうにすごく言う先生だったんで、なんか美術っていうのはお絵描きと違う美術っていうのはこういうことかっていう、なんかそこからやっぱりちゃんとそこからかな、ちゃんと美術っていうものを意識したのは。なのでそうするとやっぱりそこでは今までの自分だけで満足してたお絵描きっていうものとは全く違う、その見せるものっていう前提が変わってくるので、なんか自分が満足してたらいいっていう前提じゃなくなっていくことに、その時の自分は葛藤もしたんで、なんかイライラしてました。ずっとなんだろうな、これじゃダメなんだっていうことをすごい突きつけられたっていうと大げさですけど、書き方を変えていかないといけないので、なんか今まで自分がやりたくてやってきたお絵描きじゃないことをこれからやっていかないといけないんだなって思って、なんかそこはすごい最初は、やっぱできないからつまらないとかもあったし、嫌だって思ってたんですけど、でもやっぱなんかね、それ以外やることが選べなかったんで、なんとなくそれ以外、絵が嫌だからじゃあ他の道にしようとかの発想もなくて、どうにか適応するしかないっていうふうには思いましたけどね。高校生の時の自分に今の私が声をかけるとしたら、なんだろう、いやもっと勉強頑張ってほしいかなってなんかなるようになってますよって言いたいですかね。